こんにちは、まるみです。今日はやっと納車されたので、新しい愛車の紹介をしようと思います。今回はホンダさんです。ホンダのステップワゴンスパーダハイブリッドです。7年落ちの RP5 です。おー、でかいね。前乗ってたね、シエンタよりも後ろがね、3、40センチぐらいね、大きいですね。ただ車幅は前乗ってたシエンタと一緒なので、運転はすごいしやすいです。この車にした理由はいろいろあるんですが、一番の決め手はこのワクワクゲート。こっからもね、中に入れます。普通に開けることもできます。なので、車中泊の時は出入りをね、こっからしようかなと思って、運転席、助手席以外はもう土金にする予定です。だからもう家のように使おうと思います。色はね、黒なので汚れがちょっと目立ちやすいですね。本当は白が良かったです。後ろのね、とこが結構暗いなと思って、多分、社外品のスモークを貼ってあるんじゃないかって言われました。昼間だったら、外から中の様子はね、ほぼほぼ見えないと思います。今回ね、これハイブリッドなので、めちゃくちゃね、音が静かなんですよ。こんな静かなのに、もう走行ができます。ちなみに今はリッター15キロぐらいの燃費です。走行距離はもうすぐ 4.3 万キロで買いました。まだ納車されてからね、ちょっと街乗りしてる程度なので、あんまり詳しくないんですけど、アダプティブクルーズコントロールがあるので、高速でね、追従機能がめちゃくちゃ便利だそうです。何してくれるかっていうと、前との車の車間距離開けてくれたり、あとはね、車線を守って運転してくれたり、で、あとは速度をね、オートクルーズで80キロって設定したら、80キロで走ってくれるっていうね、すごい優れものなんですよ。7年前の車でもこんな技術あったんだって思って、ちょっと感動しました。ちなみにね、iPhoneとつないで、カープレイっていうのかな？この中で LINE 見たりとか、運転中は使うことないんだけど、Google マップもこっからいじれるので、カーナビは使うことはもうないと思います。これめちゃくちゃ便利。嬉しい。静かだからね、音は聞こえないんですけど、エンジンは切っときます。なんでステップワゴンにしたかというと、もともとシエンタを乗ってて、まだ4万キロも行ってなかったから、全然まだまだ乗れるんですけど、ちょっと私がね、側腕症で背骨が曲がって、車中泊するときに軽く立ったりとか、足を下ろせないのが本当に腰に負担があって、今後キャンプとか車中泊してくってなったときに、もうちょっと高さがある車が欲しいなってなって、結構いろいろ調べたんですよ。ハイエースかキャラバンが一番候補ではあったんですけど、やっぱりね、こういうステップワゴンとか、あと候補にあったノアボクシーとか、あのあたりに比べると、運転の安全系が、ほぼほぼなくて、今の新車で買えばあるんですけど、ちょっと予算的にね、今の新車は買えなかったので、中古車で200万円前後ぐらいで探してた中だと、ハイエースとかキャラバンだと、ちょっとそういう運転アシスト系はほとんどないので、そうなると、ステップワゴンか、ノアかボクシーかなって思って、で、この3つで調べたんですけど、ノアボクシーだと3列目シートが跳ね上げになるんですよ。だから、左側の巻き込み確認するときに、窓がね、潰れちゃうから、そんな運転がうまいわけじゃない私がそれで大丈夫かなってすごい心配になって、で、いろいろ調べたときに、ステップワゴンだと3列目シートが下に内蔵できるので、あそこの窓がね、潰れないかなっていうことで、ステップワゴンにしようっていうことで、いろいろ調べて、この車になりました。シートはね、買ったやつをもう貼ってあります。めちゃくちゃこれ貼るの大変だった。車の細かい説明は多分私はあんまりわかんなくって、うまく説明できないので、ちょっとね、車種については他の方の動画を見てもらうとして、この車でどうやってキャンプや車中泊をね、していくかの説明を今から紹介しようと思います。では早速ね、中をご紹介していきます。まず、運転席、助手席、2列目が2席。で、今3列目を内蔵してるんですけど、3列目に3人分座れる、全部で7人乗りになってます。結構ね、広くて、今2列目に座ってるんですが、運転席から2列目に来るのは結構簡単に来れますね。こんな感じで簡単に来れます。2列目もね、隙間が結構広いので、こうやって一番後ろの3列目まで簡単に歩いてこれます。ちなみに、車内でね、立つことはできないんですが、頭を下げれば、こんな感じでね、中腰とはちょっと違うけど、ほんのり立つことはできますね。立ち膝すると、こんぐらい天井空いてます。
なのでね、かなり広くなったし、私の場合は腰の負担が減りそうです。今ね、2列目に座ってるんですが、2列目は、こんな感じのテーブルが付属で、運転席側も助手席側もついてます。なので、ちょっとサービスエリアで休憩して、ちょっとご飯を車内で食べたいなっていう時は、ここに飲み物を置いて、ハンバーガー、ポテトっていうね、ちょっとした軽食がここなら食べられます。これめっちゃいいですね。ちなみにこのシートカバー力ずくでやったらね、ここがちぎれました。これね、クラッツィオってやつかな？シートカバーなんですけど、結構しっかりした素材で、すごいいいんですよ。だけど本当ジャストサイズで作られてるからね、この取り付けがめちゃくちゃ大変でしたね。ちなみに前のシエンタもこのクラッツィオの黒を使ってました。大変だけどおすすめです。今これ助手席の後ろいるんですけど、2列目をマックスまで下げると、助手席との間、これぐらいで、ちょっと助手席を一番前まで広げてみます。そうすると、こんなにね、足伸ばせるぐらいスペースできるんですよ。なので、今後車中泊するときに、ご飯作ったり、のんびりする場所は、候補一つ目として、ここにテーブルをね、置いて、ちょっと高さはね、合わないから、やるんだったら、新しいテーブル買うか、DIY するんだけど、こんな感じでテーブルを置けます。ただこれはちょっと低すぎるから。ここがね、斜めに上がってるので、まっすぐは置けないですね。だから自作するんだったら、向こう側を短くして、こっち側を長くして水平を保つようなテーブルを作る感じになります。ここをメインで、リビングのように過ごすのが候補1。続いて候補2が、まずは2列目シートを一番前にして、そうすると一番後ろのドアまで、こんだけ空間空くんですよ。その気になればここに寝転べるんですよ。ただ、この2列目シートの間に足を突っ込む形になるんで、この後ろ側だけを利用して寝るっていうのはちょっと現実的じゃないかなっていう感じです。寝るときね、足狭いのやっぱり嫌だし。ただ、居住空間で考えるとめちゃくちゃ広いですね。後ろを開けるワクワクゲートのとこに背中つけて足を伸ばしても、こんな感じで、まだまだ2列目まで届かないです。ここ40センチぐらい余裕あるかな。リアゲートっていうの？ちょっと正式名わかんないんだけど、ここから出られるようにもなってて、こんな感じで。この下に3列目シートが埋まってます。ここですね。一旦ちょっとこの3列目シートを組み立てます。こんな感じで椅子が出来上がりました。ちなみになんでこの下しかカバーをしてないかというと、最初ここの背中側も取り付けたら、畳んだ時にこうやってフラットにならずちょっと持ち上がっちゃったんですよね。3列目シートを持ち上げると、この下にね、荷物とかを収納できるようになります。こんな感じで下に隙間があります。なので、第2候補は、ここの3列目シート出して2列目との間、ここにテーブルを設置して、のんびり料理作ったりくつろいだりしようかなっていう感じです。結構スペースは広いですね。続いて第3候補は、まず2列目と3列目を使ってベッド展開というか、フルフラットではないんですけど、ちょっと寝れるようにはなるので、一旦それをやって、そこに座りながら料理とかする感じを作ります。じゃあ今からやりますね。じゃあまず2列目シートのここの頭の部分を取り外します。よいしょ。そしたら一番前にして寝かせます。運転席の後ろ、こんな感じに寝かしました。じゃあ次、ここの3列目シートを立ち上げて同じように寝かせてつなげます。こんな感じで寝かしました。なので、あとはね、ここをつなげるように2列目を後ろにちょっと下げます。そしたら、ここがつながって若干デコボコだけど寝転べます。寝転んでみると、こんな感じで若干デコボコですね。やっぱこれはちょっと寝づらいな。なので、ここをフラットにするためには、例えばもう木の板買ってきて上に板引いて常にベッド展開しておくか、あとは隙間をクッションとかで埋めて、その上にマットを引いてできるだけ平らにするかっていう
感じで考えてます。で、寝るときはまあ基本的にここの2列目3列目を利用して寝るので、まあ、ご飯食べたりするときは3列目の座るとこですね。ここに座って、ここにテーブルを置いて料理したりしようかなっていう感じです。本当は場所的には2列目の背中側に座った方が楽なんですけど、あくまでも背中側だとあんまりずーっと負荷かかって歪みが出たりしても嫌なので、3列目の椅子に座るとこに座ります。今、運転席側の後ろの2列目、3列目をまっすぐにしたとこに座ってて、幅が窓の方はあるんですけど、下はこのタイヤハウスとかがあって、ちょっと幅狭いので、テーブルを置くとしたら、まあちょっと高さあるタイプので、タイヤハウスを避けてテーブルを、DIY するか。一応今日ね、家で持ってるキャンプ用のテーブルで一番足が長いやつ持ってきたんで、これちょっと組み立ててみます。ちなみに、石めっちゃ落ちてきた。ローテーブルで使うと、こんな感じで足はギュンギュンで全然くつろげないですね。ハイにすると、この窓と同じぐらいの高さですね。ちょっと高いかな。低いよりはマシ。ただ高すぎてもちょっと使いづらいかもなーっていう感じなんで、もうちょっといいサイズのテーブルを探すか、自分で DIY するかっていう感じです。ちなみに、後ろから見るとこんな感じです。テーブルやっぱちょっと高いですね。あと15センチぐらい低かったらちょうどいいかなっていう感じです。今、ここの上にね、マットを引いてみようと思います。コールマンのマット結構長いんですけど、全然余裕で収まります。じゃあちょっと寝転んでみますね。快適。これめっちゃいいな。寝れるな。マット引けばこの高さでも結構いいかも。ありかも。あとこれだけしっかりしたマット引いてると、あんまりね、下のデコボコが気にならないですね。運転席の真後ろのとこだけちょっと段差がボコって凹んでるので、あんな感じでヘッドレストを置いといたら、足元としてはそんなに気にならないです。目隠しに関しては、今は昼間なので、外からは多分ほぼほぼ見えないんですけど、買いました。ただこれ、間違えてリア側だけ買ったので、隠せるのが2列目、3列目、この後ろの場所だけで、前のフロントガラスとかサイドの窓はちょっと別で買い直さなきゃいけなくて、で、これ結構いいお値段したんですよ。17,000円とかのいいやつ買って、もう長く使うだろうしって思っていいやつ買ったんですけど、で、また前側を買うと、プラスで多分15,000円とかして、ちょっとそこまでね、目隠しにお金かけたくないなということで、この間仕切りカーテンを買いました。この間仕切りカーテンは、ここのね、ピラーを利用して、あっち側までカーテンを設置できるやつです。なので、今日せっかくなので今から設置します。まずはピラーの部分にフックつけます。入るかな？入んなければ小サイズを入れるみたいです。こんな感じで入りました。反対側も入れました。そしたら、付属のね、棒があって、これ全部で3本あるんですけど、これを車種の長さによってつなぎ合わせて、突っ張り棒みたいになってるので、突っ張らせてカーテンを設置します。こんな感じで3本つないで長い棒を作ったので、これをこのピラーにかけて突っ張らせます。OK、いけそう。じゃあ、まず、カーテンを先に設置してから、突っ張らせて固定します。こんな感じで、カーテンがつきました。この突っ張らせた部分が、ピラーに通したフックの穴に入り込んでるので、簡単に落ちてずれることはなさそうですね。運転するときは、両サイドで止めることできるんですけど、両サイドにしちゃうと左側の確認がしづらいかなと思うので、私は全部右の後ろに運転中はまとめようと思います。じゃあちょっと今からね、せっかくなのでお茶タイムでもしたいから、カーテン敷いとこう。やばい。ここがない。ここの動かすところ。嘘でしょ？ないわ。うわ。白湯飲むか。最悪。
ほんとそう。ステップワゴン初めての車中飯は、白湯と六花亭のバターサンド、ふるさと納税で買いました。お得。コーヒーが飲めないのはまさかすぎる。白湯。今カーテンをつけてないから、中から外はめちゃくちゃ見えるんだけど、外からは多分ほぼほぼ見えてないはず。夜泊まるってなると、中でライトつけると見えちゃうんだけど、サービスエリアで休憩とか、それぐらいだったらね、カーテンとか目隠しつけなくていいからめちゃくちゃ楽だな。この車買った時、ホンダの中古車サイトで見つけて、もともと狙ってた車が、見に行く直前で売れちゃって、それは白のガソリン車のステップワゴンで 3.7 万キロとかで今買ったのよりも20万円ぐらい安かったから、めっちゃショックを受けてる時にこれを見つけて、ちょっと予算オーバーだったんだけど、もう買う気持ちが高まりすぎて、もういいや、これ見に行こうってノリで見に行って、ハイブリッドがどんな機能ついてるかあんまり正直分かってなくて、燃費いいのかなぐらいで思って、見た時も多分10分ぐらい、周り見たりとか中見たり、多分10分もないかな、5、6分ぐらい見て、じゃあこれ買いますっていう感じで決めちゃって、で、後から知ったのが、このステップワゴンスパーダの2018年のやつなんだけど、ガソリン車だと渋滞追従とかついてないんだけど、ハイブリッドだと渋滞追従機能とかもついてるから、ちょっと予算をギリオーバーぐらいだけど、何も知らずにハイブリッド買って、自分的にはその機能諦めてたから、ついててめっちゃラッキーって思って、だからこの車ね、変えてよかったですね。色が黒なのかな？見た目はかっこよくて好きなんだけど、やっぱ汚れがね、多いから、ちょっと洗車には頻繁に行かないとなとは思うんですが、やっぱね、この憧れのね、ワクワクゲート。今売ってる現行品のステップワゴンだとこのワクワクゲート廃止されちゃったから、だからね、もうほんと貴重だなって思って、これ今日も実感したけど、やっぱり車中泊でこのワクワクゲートついてるのめちゃくちゃ便利。いや、買ってよかった。前のシエンタはね、シエタンって名前をつけてたので、今回このステップワゴンはね、名前は松風にしようと思います。颯爽と走り抜けてってもらえるように。これからね、高速の運転もだいぶいろいろそういう安全サポート系ついてるから、もちろん自分で集中して運転するんだけど、前よりね、負担が減るから、まだ高速乗り出して歴1年とか1年半とかそれぐらいだから、やっぱ遠いとこ行くってなるとすごい構えてたけど、これからね、もっと気軽に行けるようになるんじゃないかなと思います。早速ね、来週にはちょっと遠いキャンプ場に行く予定で、私の運転的にはキャンプ行く前にそのまま行けないから、一泊どっかで車中泊をね、挟もうと思うので、早速来週には車中泊できるっていうのが楽しみです。ごちそうさまでした。やっぱ六花亭のバターサンドめちゃくちゃ美味しい。大好き。マットも引いたので、ちょっとだけゴロゴロしてから帰ります。寝心地はめちゃくちゃいいな。ただ、椅子の幅に対してマットの方が大きいから、椅子の幅超えたマットの部分に乗るとちょっと落ちそうだから、それが怖いから、それ以外はね、あんまり不満なく寝られそう。だからちょっと窓側に寄って寝ます。では、仮眠をして、ちょっと車中泊体験ができたので、これから帰ります。今ね、カーテンつけたとこがこんな感じですね。右側のここに寄せてるので、運転中はね、後ろは問題なく見えます。今回ね、ステップワゴンを買ってみて、買う前も買ってからも結構ステップワゴンで車中泊してる人を YouTube とかで調べたんですけど、ミニバンでファミリーカーだからか、後ろを全面フラットにしてベッドにして寝るだけっていう方が多いみたいで、私はね、このファミリーカーに今後一人で乗って車中泊行くことがほとんどなので、後ろの片方は寝る場所、片方は料理とかする場所とかそういうね、使い方をしようと思うんですけど、何かね、そういうことやってて、こういう使い方いいよとか、このテーブルいいよとか、もしそういうのがね、実際やってる方でいたら、ぜひぜひコメントくれると嬉しいです。もうほんと今から手探りでね、中をどういじっていくかっていう感じなので、DIY はそんなにしないかなとは思います。前に乗ってたシエンタと、同じぐらいのレベルの DIY をするかしないかぐらいで、使いやすくする程度にやるかなぐらいな感じで今後使っていこうと思います。ちなみにお値段は、まあまあ高かった。新車は買えない値段だけど、7年落ちでもまだこんな値段するんかって思って、ほんと予算が私に180万円ぐらいで買えたらいいなって思ってたのに、もう全然そんな無理だった。なのでね、貯金が吹っ飛んだんで、これからね、仕事も頑張ろうと思います。
これからね、このステップワゴンの松風を相棒に、いろんなとこにね、車中泊行ったり、キャンプ行ったりしたいなと思います。ということで、納車された新しい車のステップワゴンスパーダの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。